皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマでご一緒に考えたいと思います。本日は第2回目、その前半です。テーマはシベリア残留のポーランド孤児を救った日本人です。ポーランドが今も親日国である理由がここにあります。東ヨーロッパにポーランドという国があります。ポーランドはかつて18世紀に国土を3分割されてしまう悲劇に見舞われた国です。ポーランドは3分割されてしまって、それらをロシアとプロイセン、そしてオーストリアに取られてしまいました。つまりポーランドは全ての国土を失ったのです。そこでポーランドの愛国者たちは地下に潜って独立運動を展開しました。しかしその度に逮捕されて、家族もろとも流刑の地シベリアに次々に送られました。シベリアへ流刑となったポーランド人たちはその過酷な地にあって祖国を思って涙しました。130年の月日が流れました。シベリアの地のポーランド人たちは長い間肩を寄せ合い、寒さと飢餓と伝染病と戦いながらかろうじて生きてきました。特に親を失った子供たちは悲惨極まりない状態に置かれていました。第一次世界大戦が終わって1919年に結ばれたベルサイユ条約によってようやくポーランドは独立を回復することになりました。しかしシベリアにいたポーランド人たちは祖国に帰れなかったのです。ロシアで革命が起きてソ連が誕生したのですが、翌年にポーランドとソ連の間に戦争が始まって、唯一の帰国方法であったシベリア鉄道が危険地帯となったからです。こうしてシベリアのポーランド人たちは再び絶望に陥りました。ポーランド救済委員会は世界に向けて救援を求めましたが、ことごとく失敗しました。しかしこの時、よし手を貸そうと最後に名乗り出た国が唯一存在したのです。それが大正時代の日本でした。具体的には日本赤十字社とシベリアに出兵していた日本陸軍の兵士たちです。彼らの行動は機敏でした。直ちに救出活動に入ったのです。特別任務として行動しました。一刻の猶予もなかったからです。この救助活動にはたくさんの費用と人手が必要でした。折しも世界不況の中にありながらの決断でした。彼らは国間のシベリアに入り込み、せめて親を亡くしたポーランド人孤児だけでも助けようと悪戦苦闘を続けました。彼らは救出した孤児たちを保護しながらウラジオストックまで行き、そこから東京と大阪へ船で次々に送り出しました。彼らは3年近くにわたってその活動を続けて、合計765名の孤児たちをシベリアから脱出したのです。しかし救出はしたものの、ほとんどの孤児たちは重い伝染病と飢餓で衰弱しきっていました。大量の孤児たちを受け入れた日本国内の施設では、看護婦がつきっきりの看病に当たりました。腸チフスのために衰弱しきっていた子供の看護に当たった若い看護婦は、徹夜の献身的看病もあり、ついに自分が腸チフスに感染して殉職しています。彼らは自らの命を捧げてでも異国の不憫な子供たちに尽くしたのです。看護婦だけではありません。孤児たちの惨状は日本国民の同情を呼びました。多くの人たちが慰問の品々を持ってきて、たくさんの寄付も寄せられました。
無料で歯の治療や理髪を申し出る人たち、音楽会を孤児たちのために開いてくれる人たちもいました。また皇后陛下、貞明皇后も孤児たちと親しく接して彼らを抱きしめられました。こうした中で彼らの健康や心の傷は次第に回復していきました。孤児たちは慰安旅行として遊園地や動物園に連れてもらいました。やがて笑顔を取り戻していきました。後に回復した子供から順次8回に分けて彼らを祖国ポーランドへ送り届けました。横浜の港から船が出るとき、幼い孤児たちは泣いて乗船するのを嫌がったそうです。親身になって世話をしてくれた日本人たちは孤児たちの父となり母となっていたからです。その時ポーランド極東委員会の副会長ヤコブ・ケビッチ氏は日本に次のような感謝の手紙を送ってきました。日本は我がポーランドとは全く異なる地球の反対側に存在する国です。しかし我が不運なるポーランドの児童にかくも深く同情を寄せ、心からの憐れみの情を表してくれました。我々ポーランド人は肝に銘じてその恩を忘れることはありません。我々の児童たちをしばしば見舞いに来てくれた裕福な日本人の子供が孤児たちの服装の惨めなのを見て、自分の着ていた最もきれいな衣服を脱いで与えようとしたり、髪に打ったリボン、櫛、飾り指、果ては指輪までも取ってポーランドの子供たちに与えようとしました。一度や二度ではありません。こんなことがしばしばありました。ここにポーランド国民は日本に対し最も深い尊敬、最も深い感謝、最も温かい友情、愛情を持っていることをお伝えしたいと思います。この時助けられた孤児たちはご高齢になっても君が代やもしもし神を口ずさんでいたと言われています。昭和58年1981年来日したワレサ・ポーランド議長はポーランドを第二の日本にしたいと言われました。その2年後ノーベル平和賞を受けています。さてこの出来事から75年の歳月が過ぎた1995年のことでした。1月17日、この日本で神戸などを中心に大地震が起きました。阪神・淡路大震災です。その時真っ先に被災者の救済に飛んできてくれたのは誰だったか。ポーランドの人たちでした。またポーランドの人たちはその大震災の後、孤児となった人たちをたくさんポーランドに招いて奨励会を開いてくれたのです。30名ほどの被災した家庭の子供たちを夏休みにポーランドのワルシャワに招いてくれました。そうした企画をしてくれたのは日本のポーランド大使館に勤務していたフィベップ博士でした。彼はかつて日本がシベリアのポーランド人孤児たちをたくさん救ってくれたことを知っていました。そしてポーランド国民もまた崇高な国民であるがゆえに、我々はいつまでも恩を忘れない国民であることを日本人に告げたいと言いました。こうしてポーランドと日本の間に慈愛のキャッチボールが行われました。こうしたことが本当の平和の基礎です。日本はどれほど素晴らしいことをしてきたのだろうと思います。こうした慈愛のキャッチボールが国と国、人と人との間に豊かに行われれば本当の平和がやってきます。私たちには忘れてはならない、どうしても
語り継がなければならない大切なことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。どうして日本ではこのことを歴史の教科書で教えないのでしょうか。もし教えていたなら、日本人は自国にもっと誇りを取り戻すことができるでしょう。それでは、なぜ日本人は世界から尊敬されるのでしょうか。それは世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは優しさだと思います。困っている人々を、特に孤児たちのように最も弱い立場にある人々に対し、昔から日本人は憐れみの心が湧いてくるのでしょう。優しさは世界に誇る日本人の特性ではないでしょうか。それがどこから来るのかを後半の動画で詳しくアップしていますので、そちらもご視聴いただければと思います。それではお知らせです。次回3回目、9月26日土曜日、テーマはユダヤ国家の建設に影響を与えた日本人です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。